私の名前は伊藤薫と申します。現在私はブラジルのサンパウロ市にて絵を教えながら個人的にガレリーも私持ってますし、ガレリーの表の方で絵を販売もしてます。生徒もかれこれ50人以上おります。朝から夜8時まで私は一心に絵のために頑張っております。私が被爆をしたのは8つの時です。私は、被爆地から3キロ離れたところの大浦天主堂の近くに住んでおりました。その当時私は私の義理の兄弟と相撲を取っていたんですが、爆風で飛ばされて約15メートル、石垣があったために私はその石垣で止まりました。それから10日後は長崎の三菱兵器というのがありまして、そこで叔父が亡くなりまして、叔父の遺体を探しにその兵器まで行きました。そうすると長崎駅前ではもう山積みの死体です。約7、8メートルの高さに山積みですよ。それで平気で私は私の叔父を探すことはできたんですが、体はみんな焦げちゃって真っ黒で誰が誰かわからない。運よく彼は入れ墨をここに名前入れとったもんだからね、その入れ墨で俺の叔父だっていうことが分かりました。私はね、腕一本だけですよ。私が取り上げたのは。体は分かりません、どこにあるか。もう8月だからみんな腐ってるような状態です。臭いし。しかしそれが臭いのか怖いのか分からないままにね、私たちはたった8歳のあれで探しましたね。夢中になって探しました。叔父の腕を掴んで持っていく時には、叔父の腕は真っ黒焦げでぬるぬるしてて臭いですね。それを素手で持って歩いて帰りましたね。それはもう抱きながらですね、体に。だから臭いとか何とかの意味じゃありませんね。それを持って帰って薪を集めて焼いたもんです。家族みんな集まって親戚集まりましてね、本当その時に初めて戦争の怖さっていうのと、誰が戦争を起こしたんだと、その原因をね知りたくなった時がありましたね。私は戦後アメリカ兵が上陸した時でも、私たちは竹槍を作りましてね、あの当時は進駐軍が通るたびに竹槍を持って突きに行ったことがたくさんありました。進駐軍は相手にしてくれませんでしたが、私たちは夢中でしたよ。その時は本当に夢中です。チョコレートをくれるとかガムをくれるとかしておりましたが、あれは毒だと言って食べることはいたしませんでしたね。食べ物は一切ありませんでした。その当時はまだ。もっと食料がなかったら人間の肉だって食べていたかもしれませんね。当時市民というものは何が何でどうなったのかっていうのが分からないままに天皇陛下万歳で過ごした時代なんだけど、それが果たして本当に万歳だったのか、人間を苔にしているような状態の戦争であったんじゃないのかと私は思っております。私が1歳の時に私の父親は満州事変で亡くなりました。だから父のありがたさも知らないし、小さい時からわんぱく坊主、群れてるような状態で父な仕事して友達からはバカにされるし、そういうような時代も過ぎましたけどね。こういう具合にしてこう書き入れるところですね。こうして修正がしていくわけですよ。私の場合はね、アクリリックを使うんですよ。油じゃないのね、これはみんな。
いいことといえば私の目的としては絵描きになりたいというのが目的だったもんだから56年間を新聞配り朝刊夕刊を配ってお金を貯めまして、16歳でイタリアに1年間の留学をいたしまして、スペインに渡って17歳で教師をやりました。それからすぐにまたフランスにも行く、ニューヨークアメリカにも行きましてね、商業デザイナーとしては一流の線に入ったと思って私は日本の商業界に入るつもりで日本に帰りました。ところがブラジルから来たお方がおりましてね、いやあなたの絵だったらブラジルだって儲けるよという話を聞きまして、それで18歳で私はブラジルに参りました。ぜひ1年ぐらい行きたいなっていう目的で来たのが、1年が28年間おりましたね、私はブラジルで。ブラジルで一人で始めて37名の使用人を使いまして、印刷業、シネマ業、海外用の取材関係みんなやりこなしまして、で画家としても同時にあらゆる国に行って賞を168点の賞を私持っております。いや、ここアテリエですね。ここでは一応生徒を教えてますね。でこういうふうな、日本でもなかなか描かないその線を入れない絵ですね。やはりあの時の悲しい出来事っていうのはね、忘れられることじゃないね。それはもう当時はもう毎日のようにうなされる、夢に見るは半端じゃないっていうもんですね。私は10歳の頃から霊能者として霊もいただきます。私が見たこともないような人です。光の中にボーッとしてくる。私がイタリアに行った頃からそういうような人たちがちょっと話をかけるようになりましたね、声を。そうすると私も声をかけると向こうにも通じるという感じ。その間私が倒れているっていうことは私自身はわからないわけですよ。だから外側から見ている方はすごくなんか病気的に感じるらしいですね。私が感じたのはやっぱり戦争が進んで原爆落ちたから後からですからね。それは関係があるかないか分かりません。で私が日本に帰った当時に初めて私は原爆手帳を取ったわけですよ。血圧が高いっていうのと赤血球の量がちょっと少ないっていうのと白血球の関係もありましてね、心臓の叩き方もちょっと違います。ずっと叩きが途中でトン止まります。トントンそれからまたトントンといくような状態があると。だからそれが果たして原爆の関係かということは私は分かりません。しかしブラジルの国っていうのはですね、原爆手帳があっても無料じゃないわけですよ。保険庁がありますね。個人的に入ってその生命保険的なものがあるわけです。その保険に入ると月日の月謝でいろいろ診察手術もできるわけですよ。それに入ってない方っていうのは莫大な金額を払わないと診断書が取れないわけですよ。ここはガレリーですね。これが私の専門の絵ですね。こういうような工業画です。商業画ですね。でこれに私の場合は人物画、書道、これがブラジルで有名なサンパウロの駅です。昔の駅です。この原爆っていうのは題名がノーということです。すべて戦争反対、いろいろな薬物、ピストル反対ということ、あなたたちはこういうことはしたらいけないよということを題名として私は書きまして、やはりこれはね、被爆者じゃないと分かりません。本当に被爆者が現場にいてその死体の山を見た人じゃないと分からないと思います。それを分かってくれるという人は本当の一部であってね、だから心に留めてもらいたい。心に留めるっていうことは記憶に残るっていうことですね。私が90歳経つと被爆者っていうのは一切おりません。その後誰もそれを知らない時代が来ると思います。だからその時代が知らない時代がないようにね、貢献者というものを新しい人たちに植え付けないといけないと思いますね。ただ新聞とか何とか報道するとかじゃなくって、その映画的に直接にもう知らせるとか、
これでもかこれでもかっていう感じで世界に、訴えるという感じでね、それに対して世界の人たちはまだいろいろのその原爆核兵器のことに対して研究してますが、私に言わせると頭が狂ってますよね。狂っているというのは怖さを知らないわけです。だから科学的な破裂というものを知らない。戦争は一回起こらないとまた起こらないと、これは終わらないと思います。私はどんなに言っても核兵器を持っている国というのは自分の国を守るために作っていると思います。必ず一回衝突すると思います。それは衝突したら、その衝突した国というのは原爆の恐ろしさが分かってきてやめると思います。しかしそれがいつまで世界が続くかということですね、問題は。これは抽象や神をパラマールって言ってからね、これは、どこまで行っても海だという意味なんですね。私は原爆とは平和を作ってくれた大切なものだと思いました。今は原爆のために平和が来ていると私は感じています。しかしこの原爆が将来また不幸を招くかもしれません。この平和を維持するために私たちはもっともっと運動をしないといけないと思います。